ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下で進む巨大プロジェクトのご紹介です。東京メトロがラッシュ時の混雑を緩和するために繰り出した最後の手段、その内容を解説します。ここは東京メトロ東西線日本橋駅です。この駅では駅構内のリニューアルが行われており、2019年9月にはホームドアも整備されています。ホームドアは東西線の各駅で整備が進んでいますが、路線図全体を見ると、なぜかこの辺りだけ整備済みの駅とそうでない駅が入り組んでいます。そう、ホームドアが設置されていないこの辺りの駅が、今回ご紹介する工事が行われている駅なのです。隣にある茅場町駅を目指します。駅間距離は500メートル余り、あっという間に到着です。この駅もリニューアルが進んでおり、壁面は綺麗に作り替えられています。ところが、ホームの先端部分だけ、なぜかコンクリートがむき出しになっています。一体なぜ、ここだけ壁面の工事が施工されていないのでしょうか。実はこの部分では、ホームの向かい側も同じ作りになっています。およそ1両分、側壁の仕上げが行われていないのです。ホーム中ほどでは、側壁が全て仕上げられています。側壁が仕上げられていないのはあの場所だけかと思いきや、実はそうでもありません。ホームの日本橋寄りにも、側壁が仕上げられていない場所があります。先ほど私が乗ってきた方は、中端部まで仕上げが終わっているのに対し、反対側は仕上げがない、不思議な状況です。ただし、こちらの壁面は白く塗られており、先ほど見たあたりとも、雰囲気が違います。階段のあたりはリニューアルが終わっているらしく、仕上げの終わっていない壁面が浮いた感じになっています。足元の展示ブロックも、まだ整備途中といった感じです。この不思議な状況には、先ほどいた、反対側のホーム先端部で進む工事が関係しているのです。その様子がこちらです。反対側とは異なり、工事がまだ続いている様子がはっきりとわかります。そして、ホームの端から中途半端に張り出す仮囲い、なんだか気になりますね。目の前のエスカレーターを上がります。先ほどのカットにも映っていましたが、この駅には日比谷線も乗り入れています。エスカレーターを上がり、少し回り込むと、向こうに日比谷線のホームが見えます。今いるあたりは工事中といった趣ですが、日比谷線のホームはリニューアルが終わっているようです。日比谷線は東西線と違い、相対式ホームです。そして、先ほど通った通路は、東京メトロの路線でも指折りのラッシュ時に混雑する場所なのです。この混雑を解消するために進められているのが、まさに今回ご紹介する工事なのです。こちらが、茅場町駅の改良計画の全体像です。東西線ホームを西船橋寄りに延伸して両線の列車の停止位置をずらし、しかも延伸部に階段やエレベーターを増設するという大規模なものです。東西線は東京メトロの9路線のうち、ラッシュ時の混雑が最も激しい路線です。最近は多少緩やかになっているものの、2年ほど前までは乗車率が最高で 200% 近くになる区間もあったほどです。そして、この駅で接続する日比谷線は、この先の経路が大きく異なることから、乗り換え需要も多いのです。さらにこの駅では、両線のホームが L 字型につながっています。連絡通路が両線のホームの片側に集まり、混雑が激しくなる土壌があったのです。特に、東西線と日比谷線の連絡通路のうち、先ほどいた中目黒方面行きホームへの通路は1カ所しかなく、乗り換え客がここに集中していました。もちろん、混雑緩和の施策は、過去にも打たれてきました。2010年に登場した15000系は、最混雑時間帯の列車に集中投入することを見込んで導入された形式です。横幅 1.8 メートルのワイドドアは、国内では最大規模です。かつて流行したワイドドア車や他扉車も近年は数を減らしつつありますが、東西線では比較的最近に導入されていることから、メトロが混雑対策に苦労していることが伺えます。ホームドアが全て2枚扉になっているのは、ワイドドア車のためなのです。運用面でも、朝ラッシュは浦安から東陽町までを全列車各駅停車として、混雑の平準化を図ってきましたが、ボトルネックとなる駅の構造を大きく変えることになり、この工事が行われることになったのです。先ほど映っていた場所の左側では、増設された通路が共用されています。地下鉄であっても、島式ホームの場合はホームの延伸が比較的容易な場合もありますが、そこに階段やエスカレーターまで設置するには、トンネルの躯体にも手を入れなければいけません。この通路があった部分はもともと階段があった場所であり、天井には躯体を加工した跡が見えます。壁の側面には、かつて階段があったとおぼしき、
斜めな跡が残っています。人とすれ違うにも窮屈な細い通路ですが、この通路を抜けた先には、エレベーターが設置されています。このエレベーター、すでに供用が始まっています。実はこの駅、かつては東西線ホームと中目黒方面ホームを結ぶエレベーターがなく、バリアフリー上の課題を抱えていました。このエレベーター以外に、ホーム中ほどには日比谷線の反対側のホームとを結ぶエレベーターが設置され、混雑緩和より一足先にバリアフリー化が実現されたのです。さらにその手前の階段には、新たにエスカレーターが設置されました。動線の新設と並行して、既存の動線の改良も行われているのです。エレベーターの右手には、上が開いた仮囲いがあります。仮囲いの向こうはもちろん線路になっており、通過する列車の存在を感じることができます。ちょうどこの辺りまでが、ホームの延伸部分です。延伸部分の長さは40メートル。現在、日比谷線の中目黒方面ホームにつながる動線は、東西線ホームの端から分岐しています。そのため、中野方面行き列車の最後部に全ての乗り換え客が集まっています。ゆくゆくは仮囲いのあたりの階段が切り崩されてホームになると同時に、停止位置が2両分後ろにずらされ、2つある連絡通路をフル活用できるようにする計画です。反対側の先端部のうち、中野方面行きホームだけ壁面の仕上げがなかったのは、停止位置がずれて列車が止まらなくなることが理由のようです。ところで、建設当時に連絡通路を2カ所作らなかった理由を探ってみます。まず、東西線の線路が、茅場町駅のホームが終わってすぐに曲線に入ることです。特に西船橋方面行きの線路のカーブはきつく、上に川が流れていることもあり、ホームを日比谷線ホームの中央まで持ってくるのは難しかったようです。ちなみに、東西線のトンネルのうち、日比谷線と交差する部分だけは、日比谷線の建設時にまとめて施工されています。物理的には、現在計画されているように、停止位置をずらせる長さでホームを建設することは可能だったようですが、この路線が建設された当時、変則的な構造としてまで動線を確保する必要のある混雑は、想定できなかったのかもしれません。そして、延伸された部分にあるのは、エレベーターだけではありません。先ほど触れた階段とエスカレーターも、すでに供用されています。この辺りはすでに仕上げまで済んでいます。仮囲いの場所もあれば、綺麗に仕上げられた場所もある、工事中ならではの状態です。このエスカレーターを上がったところが、日比谷線のホーム階です。奥に見えている部分は元より、今私が立っているあたりまでは、既存の躯体があった場所です。そして、エスカレーターを降りて正面に見える改札は、工事の中で新設されたものです。駅の一番端にあたる部分ですが、周辺はオフィス街となっているため、朝はこの改札を使う人も多そうです。ただし、先ほどのエスカレーターのあたりとは異なり、このあたりの仕上げはまだ仮設の状態です。券売機もこれが本設とは思えないので、もう一つ動きがあるかもしれません。そして茅場町駅の工事は、今までご紹介した場所だけではないのです。先ほどお見せした日比谷線のホーム、左奥にある階段の向こうでは、ホームの幅が狭くなっています。実はこの部分、連絡通路の増設工事に先立って、ホームが広げられていたのです。日比谷線の駅には、ホームが狭い駅が多く、このホームも元はもっと狭かったのですが、混雑緩和のため、東西線寄りのホームが拡張されたのです。ホーム全体がリニューアルされているので、後から拡張したとは気づきませんが、東西線のホームが同じような状況になる日も、そう遠くないのかもしれません。この工事が完成するのは、2022年度の予定です。工事の影響でストップしているホームドアの整備も、工事が完成すれば動き出すはずです。東西線の大改造は他の駅でも行われていますが、続きは後編でご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。